皆さんこんにちは、書道家の平大我です。今回の動画はここだけは気をつけて字が下手に見えてしまう人の3つの共通点と改善法というテーマでお話をしていきたいと思います。早速ですが皆さん自分自身の得意な箇所、苦手な箇所、聞かれてすぐに答えることができますでしょうか。自分自身は右払いが得意だけれども縦線が苦手だから今縦線をしっかりと練習しているんです。練習方法はこういうふうに頑張ってるんです。そのように答えられる方はですね、今回の動画をそっと閉じていただいても大丈夫な方なのかなと思うんですけれども、今のお話を聞いて自分自身の得意なところってどこなんだろう、いや苦手なところもそもそもどれなんだろうというか苦手なところ全部なんですけどって思う方はですね、この動画を最後までご覧いただいて是非参考にしていただければ嬉しいなというところなんですけれども、一体どういうお話なのかと言いますと、中上級者の方というのはですね、やはり自分自身がどのように文字を上達させていきたいのか、どういった目的でどのような目標を掲げてやっていくのかっていうところが具体的になっている方多いですので、自分自身の改善をするところどうすればいいのか分かってるんですけれども、一方で初心者の方というのはですね、まだまだ自分自身が上手くなりたい気持ちはあるけれどもどうしていけばいいのか分からないということが多いんですね。ですのでそういった状態で練習をしてしまうと上達が少し遅くなってしまう可能性があります。ということで今回どうしてもですね字が下手に見えてしまう人っていうのはこういった共通点があるので、まずはここを改善していきましょうねっていうお話をしていきたいと思います。なので3つ共通点挙げさせていただいて、それに対する改善法というところでお話を進めていきますので、初心者の方はですね、特にこの動画をしっかりとご覧いただいて自分自身がそれに当てはまっていないかなというところの確認、そして当てはまっているのであれば改善方法をしっかり見ていただいて一緒に改善していくという形をとってまいりましょう。そして今回お話しする3つの共通点に当てはまらなかったよっていう方に関しては、そこでほっと安心するだけではなくてですね、これはあくまでも字が下手に見えてしまう人に共通するポイントということで、とにかくここから改善していきましょうねっていうお話をするわけなんですけれども、それ以外にもたくさんの課題というものはあると思います。自分自身の課題が一体どこなのか具体的に探すようにしてみてください。そして具体的に見つかれば改善方法というものは必ずありますので、そういったところをですねどんどん繰り返して、ステップアップしていくということをとっていきましょうね。文字の上達っていうのはいきなりブンと飛躍することってないと思います。一つ一つの積み上げですよね。どんどん上げていくイメージなんですかね。をやっていただくことによって上達が初めてできる、そのような分野だと思っております。すぐにできるものではないので、なかなかですね継続できずに諦めてしまうということが多いと思うんですけれども、そうではなくてですね、しっかりと継続しながら自分自身の課題を持ちながら取り組んでいくということをやってまいりましょう。ということでちょっと前段が長くなりましたけれども、今から本題に移りたいと思います。そして本題に関してはいつもと同じように紙とペンを用いて、書きながら解説していきたいと思いますので、皆様もですねこの動画を見るだけ聞くだけではなくてしっかりと書きながら一緒に頑張っていきましょう。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しております。まだチャンネル登録してないよという方はこの動画最後までご覧いただいて良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、そして良くなかったなと思ったら低評価を押していただけますと嬉しいです。ということで、久しぶりの指パッチンやっていきたいと思います。もう1ヶ月ぶりなんでね、なるかなっていう感じですけども、やっていきたいと思います。始めていきましょう。はい、それでは早速書いて説明していきたいと思います。もう早速ですね、3つのポイント、共通点ということでお伝えしていきたいと思います。3つのポイントということで、線の静止方、角度、時間の取り方、それぞれに共通点がありますよ。こういった書き方をするから字があまりうまく見えなくなってしまいますよというポイントをですね、今から一つ一つ解説していきたいと思います。自分自身が当てはまっていないかなというところを確認しながらですね、当てはまっている方はぜひ改善してみてください。では行きましょう。ちなみに今回使っていくボールペンに関しては初心者の方でも扱いやすいこちらですね、サラサクリップの 0.7mm を活用していきたいと思います。
スラサクリップの 0.7mm、 こちらはゲルインクタイプのボールペンとなっておりまして、文字がはっきりと見えるのでうまく見せやすいボールペンとなっております。よければ概要欄にリンクも貼っておりますので、使ったことないよという方は購入されてみてください。はい、ではまず一番最初に線の接し方ということで、よくありがちな字が下手に見えてしまう人の共通点やっていきますね。はい、行きましょう。ひという字を書いていきます。どこがどうなってるんだろうというのを皆さんも確認してみてくださいね。まずはひという字です。続いてよく見るパーツですよね。はい、一見悪くなさそうですよね。それからちょっと番外編ということでひらがな、はい、手ということで、今回は3つ紹介していきたいと思います。さあどこに違和感があるのかというところなんですけれども、まずひに関してはもう見ていただいたら分かりますように、空間ですね。線と線の間の空間、つまり線がしっかりと合体していないがゆえにできてしまう空間が多すぎるということになります。これはですね、非常に多いです。こういう方、自分はそうなっていないと思っている方も結構なっているパターン多いんですね。なぜかというと、下手に見えてしまう人というのは文字を書く習慣ができていないので、どのようなリズムで書いたらいいのかわからないという方が多いんですね。そしてどのようなリズムで書いたらいいのかわからない方というのは早く書きすぎてしまう傾向にあります。早く書きすぎてしまうと、この辺りの部分がですね雑になってしまって、そしてその結果字が安定しないということになりますので、字をうまく書きたいよという方はこういった空間を作らないようにしていくということを意識してください。しっかりとですね、ここで止まって下ろして止まって離します。はい、ここしっかりぶつかりましょうね。止まって進んで止まってぐーっと持ってきて下ろします。止まって横に進んで止まります。止まって横に進んで止まります。このような形で同じボールペンでも組み方一つでこのように変わっていきます。まずですね、ポイントとしてはここね、全部空いてたところ、まずは一旦しっかりとつけて書きましょうねというところ。それからひという字はまっすぐズドンと降りる字ですので、縦が下に出るようなイメージで書きます。でもう一つポイントがありまして、毛筆にすると分かりやすいので、ちょっと筆ペンを活用していきたいと思うんですけれども、どういう組み方をするのかというところなんですが、まず斜めにトン、この部分ボールペンでも意識してくださいね。斜めにトーンと書いてるイメージで書きます。で次、この斜めの部分が重なってるイメージです。で進んでいって止まってぐーっと降りてきてキューッと止まるんですね。これもイメージしてくださいね、ボールペンを。そして次もポイントです。ボールペンの先がこの線にぶつかるイメージ、先がぶつかるイメージ、筆でいくともう本当に穂先ですね。で横にぐっと持っていって、今度はお尻の部分がぶつかるイメージになっていくんですけれども、これを意識していただくと文字がきっちりとはっきりときれいに見えます。これを意識できていなくて、全部が全部ひっつけたらいいやという書き方をしてしまうとですね、ちょっと適当にいきますけど、ぐーってこの中までビーって引っ張ってしまって、もちろんひっつけないよりは安定するんですけれども、中に線が食い込むことによってメリハリがなくなります。これは筆ペンだからこうというわけではなくて、ボールペンを書くときにもこの意識をしていただくと大きく変わりますので、やってみてください。続いて真ん中です。これは一見してしっかりできているように見るんですけれども、ここもですねあるあるなんですけども、ここ全部が合体しすぎているっていうことですね。なのでこういう合体しすぎっていうのもダメですよっていうのは先ほどの火の例でもう出しちゃったんですけれども、この形に限らずここですね、しっかり先が当たるようなイメージで組んであげるっていうことも意識していきましょうねっていうお話になります。これも筆ペンを使うと分かりよいのでやっていきますけれども、しっかり斜めに当たります。で払って細くなりますよね。この細くなった箇所に次の起筆をぶつけに行くイメージでグッと持っていく。この起筆をぶつけに行くイメージ。はい、この起筆をしっかりぶつけて下ろしていくイメージ。この頭を全部ぶつけますよというイメージをボールペンでも持っていただくといいと思います。そうするとですね、
こなれ感も出ますし、メリハリが出ますということです。先ほどと一緒ですね。ここにぶつかりすぎないということを意識してください。ということで、線の接し方ということで、ここは空間開けすぎ、ここぶつけすぎということで、適度なバランスを意識していただきたいんですけれども、じゃあその適度な部分って何なのかというと、この筆でいうところの起筆と、先ほどの収筆、ここが重なるような位置取りをしっかりと取ってくださいねというお話になります。そして番外編として手を書いてますが、こういった字、重なりを大事にしてほしいです。手だけじゃなくて、あとはそうですね、ひとかも、こう書いてしまって、なんか不格好だなっていう人いらっしゃいますよね、こういう感じで。で、これってどこが共通しているのかというと、重ならないといけない線が重なっていないからこうなるということです。重ならないといけない箇所ってどこなのっていうお話でいきますと、簡単に言うと、手であればここ、火であればここ、そしてソであればもちろんここですし、この辺りもちょっとねやっていただくといいかなと。あとはここっていうことで、ポイントとなる場所をしっかり重ねましょうねということです。線同士の接し方ということで、これでいきますとぐーっと持ってきて、同じ道を少し通ってからスッと持っていく。これが非常に大事です。はい、これね覚えてくださいね。ここの重なりを大事にしましょう。火も一緒です。ぐーっと持ってきて、はい、重なって降りてきて、はい、ぐーっと上がってきて、はい、また同じ位置通りますよでこう下ろしてあげるね。これでまたメリハリがつきますよね。もうちょっとサクッと書いていきますけど、そうもぐっと引っ張って、はい、ここ重ねて、よいしょ。はい、U も行きますよ。ぐーっと持ってきて、はい、ここ元来た道通りますよ。元来た道を通って、よいしょ。で、この流れに沿って下ろしていく。これが非常に重要です。ぜひ覚えておいてください。ということで、線の接し方ですね。ここの共通点ということで、共通点と言いながら、パターン別に分けましたけれども、1つ目が空間開けすぎてしまう人、2つ目がひっつけすぎてしまう人、そして3つ目ひらがな、重なりの部分ができていない人ということで、それぞれ共通する箇所を挙げさせていただきました。これはこれ、そしてこれはどちらかに当てはまっているかと思います。ですので、そういったところを気をつけてみてください。はい、では続きまして角度というお話をしていきたいと思います。はい、角度に関しましては、実は以前の動画でも解説していただいたぐらい本当に大切な部分ですので、きっちりと覚えていきましょう。もうとにかく角度がばらついてしまっている人多いんですね。以前もご紹介させていただいた例なんですけれども、この青という字、今見ていただきましたら分かりますように、この横線がたくさんあるにもかかわらず、あっち向いたりこっち向いたりしてると思います。これが空間を均等にできなくなってしまう理由であり、これが結果として字がバランス悪く見えてしまう要因になっているということになります。ですので、そうならないようには角度を揃えましょうねというところなんですけれども、角度を揃えるためには練習が必要になってきますので、角度を揃えるという意識のもと練習をしていただくといいと思います。しっかりとですね、おおよそ全く同じ角度にするというのは難しいと思うので、角度をおおよそ揃えてあげる認識で書くといいと思います。しっかりとですね。で、やっぱりここでも大事なのは慌てないということです。文字をですね、きれいに書きたいと思えば慌てないということは必ず意識してください。しっかりと同じ向きに揃えて書きますよ。ただ長い線はちょっと弓なりに書きますよということ。そしてまた直線にしますよということです。そうすると間のここの空間が左右で均等になります。左右上下ですね。均等になります。そうすることによって、綺麗だなと思える字になります。で、青だけに特化していますと、ここしっかり長く書くとバランスよく書けますので意識してください。これに近しい部分でいけばもっと分かりやすいもの、田んぼの田とかもそうなんですけど、こう書いてぐーっと持ってきて下ろしてきますよね。で、次にちゃんと真ん中の部分から下ろす。ちゃんと真ん中から横に行く。そして横にぐーっと持っていくということをしないとですね、ここの四角の間がばらけてしまいますよね。ということは、またこれもバランス悪くなる原因なので、
そうじゃないよっていうことをしっかりと揃えてあげようねっていうところを意識します。とにかく中の空間を均等にするんだっていう意識を持っていただきたいんですけれども、均等にするためには一度決めた角度、横線なら横線でおおよそ揃えてあげるということが大事です。もちろん例外もあります。例えば辺の描き方で土辺とかですと、これはこれぐらいの角度で上がるんですが、ここから下に行った時にこれは下からグッと持ってきてあげるとか、こういった違いはありますが、基本的にこういった形でドーンと、辺と作りという形ではなくて、大きくある字に関してはしっかりと角度を揃えてあげるということをやってあげてください。そうするとバランスよくなります。こういったところがですね、角度揃えてないよっていう方が共通しているという部分になります。はい、では一番最後に時間の取り方というところをやっていきたいと思います。文字と文字の間のことを時間というんですけれども、ここがうまく取れていなくてバランス悪いよっていう方非常に多いですので注意していきましょう。じゃあどういうことかっていうと、まずちょっとダメパターンいきましょうかね。角度を揃えるとさっきお話ししたので、それ書いていきましょうか。角度を揃える。いやいやこんな人いないでしょって思うかもしれないんですけども、いるんですね。文字と文字の間が空きすぎている人というよりは、文字と文字が詰まっている人って非常に多いです。これ共通する箇所かなと思います。ですのでそうではなくて、ある程度距離を上げる必要があります。書くという字を書いたら、ちょうど丸1個分ぐらい開けて書くと。で角度O まではある程度距離詰めてあげて、そしてここからがポイントなんですけども、次は揃えるというところで一つ言葉になると思いますので、ここでちょっと塊を作るイメージで書いてあげるということですね。いずれにせよ間の空間は空けつつもというところではあるんですが、そういったところを意識しましょう。単語であったりとか文節ごとに少し余白の空け方を変えるといいと思います。基本は均等に空けていくというところを意識すれば必ずうまくなります。縦書きの場合においてはですね、角度を揃えるということで、これもですね、ある程度大事なことは詰まらないということです。ここの空間詰めすぎると本当不細工になってしまいますので気をつけてくださいね。角度をよいしょ、横書き以上に開けるイメージで書いてあげるといいかなと思います。ちょっとこんな感じでね書いてみました。角度を揃えるということでしっかり空間開けて書いてあげてください。ということで今回はですね、簡単にではございましたが、字が下手に見えてしまう人の共通点ということで今回3つ挙げさせていただいたんですけれども、線の接し方ということでパターンありましたよね。1つ目は全く接していないパターン、2つ目が接しすぎのパターン、そして1つ番外編としてひらがなの重なりの部分を意識できているかどうか、このお話です。そして2つ目に角度を揃えるということのお話をいたしました。角度に関してはしっかり揃えることによって空間が均等になります。空間が均等になるとバランスよく見えるので、しっかりと角度を揃えてあげて、その結果空間がきれいに均等になるようにということを意識していきましょう。そして一番最後、時間の取り方ということで、文字同士が詰まりすぎてしまう方非常に多いです。そうならないように気をつけてあげるといいかと思います。最後にお知らせです。私が運営する書道美文字のオンラインスクールカリグラフィアにて月額1200円のお手本ダウンロードし放題サービスというものが追加になりました。こちらのお手本に関しては大筆、小筆、ボールペン3種類があり、すでに150種類以上のものが完備されております。さらにはですね、お手本をダウンロードして独学で学ぶだけではなくて、毎月1回推奨課題のライブ講義というものがございます。そちらに参加することが可能。そして本日のコラムということで、私自身がですね、会員限定で発信しているコラムを閲覧できるという形でサービス満点の内容となっております。よければですね、概要欄にリンク貼っておりますので、興味のある方はぜひですね、お問い合わせいただければと思います。それではまたどこかでお会いできることを楽しみにしております。さようなら。